皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は私が素敵だと思う日本語についてお話ししたいと思います。日本語だけでなく、スペイン語でも英語でも何語でも、何でもその国、その言語にしかない言葉ってありますよね。全く同じ意味で直訳できない表現だったり言葉。それってその国の文化、歴史や特徴など、すべて重なって必要だからできてきた言葉、概念だったりしますよね。今回はそれの日本語バージョンです。深い意味だったり、日本の精神的な部分を表現した言葉がたくさんありますが、その中の3つ、生きがい、改善、そしてご縁。今日はこれについてお話ししていこうと思います。なぜこの3つを選んだかというと、これらの言葉は日本をものすごくよく表現しているなと思うからです。日本社会の無意識下にある、これいいよね、こうあるべきだよね、こういうの大事にしたいよねみたいな、そういう概念が詰まっている言葉だなって思います。日本人の考え方や価値観を深く反映しているなと思います。なので今日はこの3つの単語、生きがい、改善、ご縁。この、それぞれの言葉が持つ意味と、なぜこれが日本をよく表していると思うのかについてお話ししていこうと思います。ではまず一つ目は、生きがいです。生きがいという言葉は直訳すると、生きる目的だったり、生きる意味という意味です。単に生きる理由という言葉ではなく、もっと深い意味が込められています。それは心の底から生きててよかったと感じる瞬間だったり、自分はこのために生きているとか、生きる目的を感じられるようなことです。皆さんも生きがいという言葉を知っていたら一度は見たことある図かなと思います。好きなこと、得意なこと、世界が求めること、そしてお金を稼げること。これが重なったところに生きがいがあるというものです。確かにこれは理想的な生きがいという言葉を、言語化したものだなって思うんですけど、個人的には必ずしもこの4つ全てが当てはまってないと生きがいとは呼べないというわけではないと思います。そしてこの生きがいっていうのは物質的なお金だったり、いくらブランド物のバッグを持ってるとか、めっちゃ高い車を持ってるとか、そういったことではなくて、日本のマインドフルネスの概念に近いかなとも思います。私がこの生きがいがあるっていう人がいいな、かっこいいなって思う理由があるんですけど、それはその人は自分をよく理解していて、自分の軸を持って自分の芯があって生きているなって思うからです。現代では SNS で本当にたくさんの情報が溢れていたり、いろんな意見だったり価値観に触れることができると思います。ですがそれに影響されて自分の考えもわからなくなるし、こうした方がいい、ああした方がいいみたいな圧力に押しつぶされそうになったりとか、そんなこともあるかなと思います。なので自分らしく生きるとか自分の好きがわからなくなる瞬間も、あるかと思います。そして日本には空気を読むっていう文化だったり、みんなと一緒でなければならないという同調圧力があります。それは社会全体を尊重する、個人よりも、団体集団を優先する文化だからこそ、いい部分もたくさんあると思うんですけど、自分を見失う瞬間もたくさんあると思います。そんな時に生きがいっていうものを持っているというか、自分の生きがいが明確だったら、いろんなものに惑わされずに生きることができると思います。
そして生きがいっていう言葉は自己中心的な意味ではなく、他者とのつながり、社会貢献っていう意味も含まれています。自分の生きがいが誰かを助けることだったり、このように日本語でポッドキャストを作って少しでも、日本語を勉強している方の役に立てばなって思ってやっているこの活動とか、それとかもすべて生きがいって思っていれば生きがいと呼ぶことはできます。なので、この生きがいっていうものに正解不正解とか、こうした方がいい、ああした方がいいっていうものはないです。そして私の生きがいは何ですかって思う方もいるかと思います。正直に言うと、まだ断言できるような答えは見つかっていない気がします。こうやって日本語のポッドキャストを作っているのも本当に楽しいし、これが生きがいと呼ぶこともできるかもしれませんが、まだ始めてそんなに経っていないし、明確な答えが出ているわけではないです。でも本当に日常にある小さなこと、これを毎日するのが楽しい、これが本当に楽しみとか、そういったものを生きがいって言ってもいいと思います。私はコーヒーが大好きで、毎朝いろんな違うコーヒーを飲むのがとっても楽しみで、朝早く起きるのも本当に苦じゃないです。なんか一日コーヒー飲み終わったら、明日はこれ飲もうかなみたいな感じで、もう毎日楽しくなります。ちょっとカフェイン取りすぎてダメだなっていう時は制限する時もありますが、毎日の、朝のコーヒーが私は本当に楽しみです。これも生きがいって呼べることだと思います。別に私がコーヒー好きっていうことによって誰か他者に貢献できているか、お金を稼ぐことができているかっていうことに対してはノーだと思うんですけど、それでもこれを好きって言える明確なものがあれば、それを生きがいって呼んでいいと思います。これ好き、楽しい、またやりたいみたいな、そう思えるものが、あれば、どんな単純な小さいことでも簡単なことでもいいと思います。その積み重ねで、生きててよかった、価値がある人生だったみたいな感じで、最後に思えるのかなと思います。哲学的な部分もあるかもしれませんが、生きがいについて書かれた本もあるので、もし気になる方はそれもぜひ読んでみてください。次に改善という言葉についてお話ししていきます。改善とは物事を少しずつ少しでも良くしていくこと、そのために努力を続けることを意味します。日本の企業文化、会社、企業の中にある文化だったり、特に車とか製造業、物を作るお仕事、そういったところでよく耳にする言葉かなと思います。特にこの改善っていう精神とかマインドは仕事場、職場での、効率を上げていく、効率向上や品質向上に対するとっても重要な、姿勢としてよく使われています。例えばトヨタ、車を作っている日本の会社、トヨタの改善っていうなんていうんですかね、システム、ポリシーみたいなのは本当に有名かなと思います。ビジネス用語としてよく使われていると思います。私がフランスに留学していた時にそのビジネスを勉強していて授業を取っていたんですけど、そしたらその授業の中で改善という言葉が出てきて、その時に本当になんか世界で学ばれているビジネスにおいてとっても重要な用語なんだなって実感しました。その時はみんな学生はその改善っていう言葉とか概念とかマインドっていうのを理解するためにみんな勉強していたと思うんですけど、私からしたら日本によくある言葉、別に何も新しいものではないので、その授業は結構楽に受けることができました。そして改善は完璧を目指して一度で何かを達成しようみたいな、1から100までを全部1回で終わらすっていうことではなくて、少しずつ、地道な改善、アップデートを積み重ねていくっていう、そうすることによって結果的により良いものを作っていこうっていうアプローチです。例えばアプリとかでも一番最初に、リリースされたアプリ
はあんまり良くなかったけど、どんどんアップデートを頻繁に繰り返していくことによって、今では使いやすいよねみたいなアプリとか、そういったものもたくさんあるかと思います。そういった最新版にどんどんアップデートしていくのも改善です。少しずつ、より良いものにするためにできるものはないかとか考えて行動していくこと、これが改善です。そういう姿勢を常に持っていると、仕事でも日常でも効率を少しでも上げるためにできることはあるかななど、明日少しでも良くなるために今日できることはあるかなみたいな感じで、考えておけるかなと思います。何かすごいものができた、もうこれで完璧って思うのもいいんですけど、現状に満足しすぎず、何かもっとあと少しでもあと 1% でも良くなることはあるかなって常に考えておく癖があるっていうのは本当に大事なことだし、それで振り返って1年後、5年後、10年後とか、その改善を繰り返すことによって、本当に大きな変化につながると思うし、大きな成果が得られることかなって思います。では最後に、ご縁という言葉についてお話しします。ご縁という言葉は直訳すると、縁っていう人とのつながりだったり、物のつながり、運命的な出会いを指します。運命とかって聞くとちょっとスピリチュアルすぎる、なんかあんまり聞きたくないって思ってしまう方もいるかと思うんですが、実際にそうです。この言葉は確かにめっちゃスピリチュアルな言葉で、それを信じるか、信じないかっていう感じなんですけど、このご縁っていう言葉には感謝する気持ちだったり、他者とのつながり、相手とのつながりを大切にするっていう意味が込められています。そしてそのご縁があったからこそ今ここにいる、今の自分があるっていう考え方です。たまたま同じ地域に生まれて同じ学校に行って、そこで親友ができて、心を許せる友達ができて、大人になってからもずっと一番仲のいい人がいるみたいな、こういったのもありますよね。これも本当に素敵なご縁があったからこそだと思います。考えてみれば、私個人的にはそうだなって思います。本当にたまたま出会った人、たまたま同じカフェに行ったとか、たまたま同じ会社で働き出した、そういった人たちが人生のパートナーになったり、最も信頼できる人になったりとか、これって本当にすごい縁だなって思います。ご縁っていう言葉が素敵だなって思うのは、その言葉自体が高くて、人生の中で出会う人すべてを大切にしている気持ちを表しているからです。人間一人で生きていくことはできないと思います。そういった中でいろんな人と出会うのが偶然ではなく、必然的に自分に必要だったから出会う、そういったものが必然的に訪れるっていう考え方、仏教的な考え方です。で、私も海外旅行に行ったり海外留学に行ったりして、日本の中にずっといるだけでは出会えなかったような人たちと本当にたくさん出会うこともできたし、いろんな体験をすることができました。海外留学中に、なんか他の学校にすればよかったかなとか、他の都市に行くべきだったかなとか、他の都市に留学している友達のインスタとか見たらめっちゃキラキラしているように見えて、そっち行けばよかったかなとか、そういったこと、いろいろ考えたことはあります。なんですけど、それでも自分の選択に効果はない。自分が行ったこと、自分が選択した場所でよかったなって思えるのも人とのご縁があったからです。そういったいろんな、もしだったらこうだったらっていろいろ考えることはありますが、その私が留学したところで出会った人たちに出会えなかった人生を考えたときに、やっぱりこの選択で正しかったって思うことは本当に何回もありました。そこに行ったおかげで、ご縁で本当にたまたまそういう縁で友達になれて、お互いいろんな文化をシェアできたり、そして私は彼氏がいるんですけど、その彼氏とも留学中にフランスで出会って、今でも付き合っていてっていう、もうご縁以外の何者でもないなって思います。もちろん生きていて出会う人すべてがいい人ばかりではないと思います。
世の中には本当にいろんな人がいるので、何か嫌なことをしてくる人、嫌なことを言ってくる人、なんか犯罪を犯すとか騙してくる、お金盗まれたとか、そういった経験がある方もいるかもしれません。私もあります。実際はスマホを盗まれたりとかそういったこともあります。ですが、誰かと出会うことだったり、新しい経験がご縁だ、これも何かの縁だって考えて、感謝の気持ちを持って、この出会いを大切にするっていうのは、私が大事にしたいマインドだなって思います。そして、ご縁を引き寄せるっていうフレーズがあるんですけど、これはいい出会いを引き寄せるために、まずは自分がいい人になろう。人には優しく接しようとか、困っている人がいたら手伝ってあげようみたいな、そういったマインドが生まれて、結果的に社会全体を良くしていく考えかなって思ったりもします。あとは一期一会っていう、人生一度しかない出会いだから大切にしようっていう言葉だったり、人との出会いを大切にしていく、そこに感謝していくっていう言葉だったり、そういったマインド、それが、日本にはたくさんあるなって思います。今回は生きがい、改善、ご縁の3つの言葉についてお話ししました。ちょっと難しすぎるだったり、なんかちょっとスピリチュアルすぎるって思った方もいるかもしれません。ですが、これらの3つの言葉は日常でも聞く言葉かなって思います。そしてこれらの単語一つ一つに本当に日本人の価値観とか生き方とか、仏教の宗教的な部分も含め色濃く反映されてるなって思います。なので今日このエピソードを聞いてみて素敵な言葉じゃん、いいじゃんって思ったら、日常で聞いてみたり使ってみたり、またこういった概念をよく知っていくために本を読んでみたり、そういったこともいいのかなって思います。最後にお知らせです。現在 Patreon と YouTube でメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからも動画を作り続けるための応援、サポートをしていただける方はぜひ参加お願いいたします。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。これからも動画を作っていくので楽しみにしていただけたらなと思います。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。